皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回はドラマシークレットガーデンの OST 그 여자その女という曲をカバーします。シークレットガーデンは韓国で2010年に放送されたドラマなんですが、ヒョンビンさんの代表作の一つだと思いますね。最近はやはり愛の不時着のヒットがあり、その縁でご結婚もされましたから、ヒョンビンさんといえば北朝鮮の軍人さんの役のイメージという方も多いかもしれませんね。ユヘジンさんとヒョンビンさんがダブル主演しているコンフィデンシャルという映画があって、韓国と北朝鮮の刑事が秘密裏に協力して事件を解決するという内容で、ヒョンビンさんが北朝鮮側の刑事を演じていたので、あの映画もね、寡黙で優秀な北朝鮮のイケメンというね、イメージができましたね。その前はヒョンビンさんといえば個人的には御曹司の役のイメージだったんですよ。しかも若干性格に難がある御曹司の役が結構ハマり役だった印象ですね。シークレットガーデンもそうですし、その前に私の名前はキム・サンスンというドラマがあって、その時もヒョンビンさんはイケメン御曹司の役だったんですよね。で、このドラマにホテルのカフェでお見合いをするというシーンが出てくるんですけど、私が大学院生の時にそのロケ地のホテルで学会があったんですよ。で、それで必死に演題を出したことがあります。で、この時無事採用されて発表できたんですけど、海外学会は出張になるので研究費からね、旅費を支払ってもらえるんですね。つまり無料でロケ地に行けたっていうことでね、非常にいい思い出があります。そしてシークレットガーデンはドラマの内容も面白いんですけれども、 OST で名曲が多いドラマという印象があります。今日カバーする曲그 여자その女とキム・ボムスさんのナタナ現れるっていう意味なんですけど、この曲は初回から流れるんですけれども、どちらもドラマの世界観とよく合っている楽曲だと思います。ドラマの後半に入ってから我らがソン・シギョンさんの너는 나의 봄이다、君は僕の春だという曲も出てきます。この曲もメロディーが優しくてとてもいい曲なんですが、シギョンさんが OST に参加することは実は最初から決まってたわけじゃなかったらしいんですよ。で、ドラマがもう中盤に差し掛かった頃に急遽シギョンさんに監督さんから OST歌ってくれないかっていう依頼が来たっていうのを聞いたことがあります。しかもあと2週間で曲作ってくれないみたいな感じで来たらしくて、結構とんでもない日程ですよね。で、それが対応できるのがまずすごいんですけれども、でもそんな突貫工事で作ったとは思えないゆったり優しい曲なので、ぜひこちらも聴いてみてください。では今日カバーする曲그 여자その女を歌っている歌手ペクジヨンさんの紹介をしていきます。まずタイトルにね、お名前をカタカナでペクジヨンという風に表記したんですが、ネットで検索するとね、ペクチヨンっていう風に表記されてる日本語のページも結構多いんですよね。で、これ同じ人です。で、実際の発音はジヨンに近いと思うので、今回はジヨンという方を採用したんですが、韓国の歌手のね、お名前をカタカナでどう表記するか問題って結構悩むことが多いんですよね。個人的にはペクジヨンさんといえばバラードを得意とする OST 歌手というイメージが強いんですよ。で、シークレットガーデンの前の年の2009年にはアイリスというドラマの OST 잊지 말아요忘れないでくださいという曲の大ヒットもありました。で、このドラマはね、イ・ビョンホンさんとキム・テヒさんが本当に素敵でしたよね。で、今日カバーする曲をどっちにするか、この잊지 말아요にするか그 여자にするか、実はすっごい迷ったんですよ。で、それでせっかくだったら、ソン・シギョンさんの YouTube 縛りで行こうっていうふうに思いついて、この그 여자っていう曲もシギョンさんの YouTube でカバーされてるので選んだんですけど、ドラマアイリスのね、잊지 말아요もね、大好きな曲でございます。
でも実はペクジヨンさんがバラード歌手というイメージができてきたのは実はこの頃からで、もともとはダンスミュージックを中心に活躍してきた歌手なんですね。また今回も基本情報から紹介していきますと、ペクジヨンさんは1976年生まれの現在46歳でいらっしゃいます。1999年にデビューして、でこの頃ダンスミュージックが非常に人気のジャンルだったってこともあって、デビュー早々に注目を集めるんですね。で特に1999年は韓国がテクノブームだったそうで、ペクジヨンさんのブダン、負担っていう意味なんですけど、このヒット曲があるんですけれどね、なんかちょうど同時期に日本でパラパラが結構流行してたと思うんですけど、そのなんかねパラパラを思い出すようなサウンドの曲です。で懐かしさもあってとってもいい曲なので、こちら概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひご覧になってみてください。ペクジヨンさんが顔を大きく左右に振りながら、なんかねめまいを起こしそうな激しい振り付けで歌ってるんですけれども、それも印象的だと思います。最近はペクジヨンさんというとバラード曲をね直立不動で歌っているイメージが強いと思うんですけれども、すごく踊れる人なんですね。でペクジヨンさんがバラードを歌い始める契機となった曲が2006年に発表されたサランがね愛さないという曲のヒットだったようですね。で声がとてもハスキーで清涼感があって切ない響きを持っている歌手なんで、バラードもねとてもよく合います。でペクジヨンさんはスリムなんですよ。細いんですけどかなりフィジカルも強い方だと思いますね。低音から高音までしっかりこう胸を使って鳴らすこともできますし、静かなところではねすすり泣くような悲しい響きで細く歌うこともできるので、本当に広いジャンルをね消化できる歌手だと思います。ダンスミュージックからバラードまで幅広く歌える歌手ですね。では続いて今日カバーする曲그 여자その女の歌詞紹介に入っていきます。この曲は思いを寄せている相手に気持ちを伝えたいんだけれど、なかなか気づいてもらえなくて、隣にいる私がこんなにあなたを思ってるのよ気づいてっていうね切ない気持ちが綴られている曲です。今回は그 여자その女の方の歌詞を紹介するんですけれども、同じメロディーで男性版の歌詞もあるんですよ。그 남자っていうんですけど、その男っていう歌詞もあって、そちらは OST ではヒョンビンさんが歌ってるんですよね。でこれがかなり上手で当時驚いた記憶があります。こんなイケメン俳優で歌も歌えてねすごい人だなと思いましたね。では今回は그 여자その女の方の歌詞を紹介します。今日はサビの部分の歌詞を紹介していきますね。얼마나 더 너를どれだけもっとあなたを이렇게 바라만 보며 혼자こうして見つめていれば一人なんですけど、これ多分統治法でこうして一人見つめていればっていう意味だと思います。続きです。이 바람 같은 사랑この風のような愛、이 거지 같은 사랑このろくでもない愛で、このこじがったのこじっていうのは直訳するとこじきっていう意味なんですね。でこじきのような愛っていうとちょっとよく意味がわからないので、もうなんか最悪だとかろくでもないとかそういうニュアンスらしいです。続きいきます。계속해야 네가 나를 사랑하겠니どれだけ続ければあなたが私を愛してくれるだろうか。조금만 가까이 와 조금만もう少しだけ近くに来てよ少しだけ。한 발 다가가면一歩近づけば두 발 도망가는二歩逃げていく。널 사랑하는 나あなたを愛する私は지금도 옆에 있어今も隣にいるよ。그 여잔 웁니다その女は泣いていますという歌詞なんですね。では曲を聴いてみてください。ペクチヨンさんのその女그 여자という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとベースとドラムの音が入っています。結構ね音域が広くて低音から高音までまんべんなく使う曲なので難しかったですね。
日本のバラード曲だと女性曲ってだいたい音域が 1.5 オクターブぐらいの曲が多いんですよね。例えば彩香さんの三日月は 1.2 オクターブぐらいなんです。あれはねそんなに音域広くないんですね。でもう少し難しい曲で、例えばミーシャさんのエブリシングだと 1.5 オクターブをちょっと超えてくるぐらいなんですけど、それでも2オクターブはいってないんですよ。で韓国のバラード曲はもう少し出だしの音域が低いんですね。で高音域は日本のバラードとも同じぐらいなんですけど、最初が低いので女性曲でも2オクターブしっかり使ってくるっていう曲も多くて、このクヨジャっていう曲もちょうど2オクターブ音域があるので、結構バランスよく出すのが難しい曲でした。そんなわけで今回はドラマシークレットガーデンの OST その女クヨジャという曲をカバーして紹介しました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。